生姜の細切りが入ることによってタラの臭みですとかそういうのは全部取れますので、徐々に油の温度を上げていきます。東高円寺にある中華明細専用オーナーシェフ山田です。今日はですね、家でも作れる菜の花、菜花でも大丈夫です。菜花とタラの春巻きを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今日は菜花ですね。菜花とタラ今安いですからね。あとタラの白子、これスケトウダラの白子ですごい安いやつなんですけど、これを入れると中が食べた時にとろっとするような春巻き独特のとろみができますので、あと生姜ですね。これを用意していきます。菜花はだいたいね、こちらが春巻きの皮なんですけど、今日は四角のやつですね。これを巻く時のだいたい長さに揃えてほしいんですよね。だいたい今日はね、これで言うと半分ぐらいかな。半分ぐらいでこういう感じでですね。半分ぐらいの長さで切り揃えていきますね。春巻きっていうのは中に包むものは基本的に何でも大丈夫です。何でも大丈夫ですんで、ただ今日やるときに、これはさっとボイルします。こちらの2つはなぜかというと、これ生で巻くとちょっと巻きづらいんですよね。あとこちらも生で巻くとこうゴワゴワしてるんで、ちょっとさっとボイルして、密着するような感じで作っていきたいと思います。あと白子はですね、だいたいこれぐらいですね。これぐらいにちょっと切っていきたいと思います。黒い部分はちょっと取っていただきたいですね。ちょっと食感が良くないんで、だいたいこれぐらいですね。ではこれをさっとボイルしていきますね。本当にさっとなんです。さっとボイルしたらですね、これで大丈夫。そしたら氷水に取ります。そしたらですね、水気を絞っていきたいと思います。ちょっと白子は柔らかいんで、菜花ですね。菜花と別に水を切っていきたいと思いますね。白子は本当にね、少しなんで、今の時期だと鍋とかで余ったやつがあれば全然それで大丈夫です。で、これですね、タラの切り身ですね。ちょっと、骨を取って、もうスーパーに売ってるやつで全然構わないので、そしたら切り身にしますんで、こういう感じですね。これも長さ的に春巻きと同じぐらいの長さに切っていきます。こういう感じに切っていきます。そしたら下味をつけていきたいと思います。生姜の細切りを入れていきますね。生姜の細切りが入ることによってタラの臭みですとかそういうのは全部取れますので、取れるというか気にならなくなる感じですね。こういう感じでちょっと生姜
多めに入れておきますね。そこにですね、塩、胡椒、ごま油ですね。これをさっと、これ白子が入ってますんでさっとで大丈夫です。あと片栗粉、片栗粉は大さじ1、ちょっと多めですね。片栗粉が入ることによって揚げた時に白子の汁気、あとタラの実の汁が出てきますよね。それが片栗粉でとろみがつくんですよね。そうすると春巻きを食べた時にとろっとなる。そしたら次がですね、春巻き巻いていきます。こちらですね、今日は四角の春巻きの皮でやっていきます。まず今日は4本作るんですが、こちらのね春巻きの1枚5枚用意しました。これを4分の1に切ります。こうですね。そして春巻きの皮が4枚ですね。で巻くときにですね、これを真ん中に置きます。そして菜の花ですね。これは水分が浸透して外に出ないための春巻きの皮ですね、4分の1枚は。そしてタラの実を2枚ですね。こういう感じですね。あとこちらは小麦粉を水で練った海苔になりますね。これをここで止めて、こういう感じでね。これ巻き方はね、もうほんと自由、巻きたい感じで巻いて大丈夫です。こうですね。で真ん中に置きまして、ちょっとくっついてるから剥がしておきましょう。春巻きの皮こうやって重ねておくと乾かないんで、上のやつから順番にやっていって乾かないので、こういうやり方は便利ですね。菜の花で白子ですね。白子を欲張ってねあんま入れると揚げてる時に破裂してしまう可能性がありますので、本当に余ったちょっと入れるようなイメージで大丈夫です。でもう空気を巻くような感じでふんわり巻いていただくと本当に美味しい春巻きになりますので、こうですね。で最後留め口に海苔を塗りまして、こういう感じですね。ここがねちょっとですね。でこちらですね。これあと揚げるだけになります。そしたら春巻きは最初低い温度で徐々に揚げてって、最後高い温度でちょうど出来上がりになるようなイメージでいきます。だいたい150度から170度ぐらいですね。そこに入れていきます。ちょっと泡が出てくるぐらい、こういう感じですね。ここでゆっくり火入れていきます。ずっと低いままだと中の汁が出てきてしまうし、高い温度だと周りだけが焦げて中が生の感じになってしまうので、もうこれぐらいの泡になったら本当に弱火でほったらかしで、だいたい3分ですね。
ゆっくり揚げていきましょう。でそしたらだいたい3分経つぐらいを目安に徐々に油の温度を上げていきます。油をねかけるようなイメージで全体にちょうどいい焦げ目を揚げ上がりのね色をつけていきましょう。もうこれぐらいの春巻きだったら菜の花も火入ってますし、白子も1回だいたい7割ぐらいは火入ってますんで3分ぐらいで揚げ上がります。あとはねタラの身がここで揚げた温度と最後余熱でしっかり火入っていきますんでですね、ちょうどいいちょうどですね。揚げ上がりもちょうどいいぐらい、ちょうど3分です。ちょっと中身の方ですね切っていきます。ありがとうございます。こういう感じですね。ちょうどタラも火入ってますしちょうどいい具合に揚げ上がりですね。こちらになります。はい、菜花とタラの春巻きの完成です。皆様もぜひ試してください。よろしくお願いします。